こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。さあ、今日はですね、2026年1月の2日の深夜に逆行を終了する小惑星カイロンのお話です。この小惑星カイロンは今回お羊座での逆行を一旦終えることになります。で、今日はこのタイミングがね、いかに私たち一人一人にとって大切なことか、どんな意味を持つのか、ということをお話したいと思います。タイトルにあるように、もう後ろを振り向かないための大事なポイントとなります。そして最後に12星座別のキーワードというのをお渡ししますので、ぜひ最後までご覧ください。そして今の自分の状況を思い浮かべながら聞いていただくと分かりやすいのではないかと思います。まず最初にお伝えしたいのは、小惑星カイロンの逆行が終わるということは、心の傷にフォーカスし続ける時間を卒業して、前を向いて歩き出す段階に入るということです。一人一人いろんな過去があります。きっと本当に大変な過去があった方も、これを見ている方には本当に多いと思うんです。ですが、この小惑星カイロンは、過去がどうであれ、どんな傷があったにしても、それは全て過去の出来事だよということを一生懸命教えてくれる天体です。これから必要なのは、これから先の未来を見る意識です。特に逆行終了からの数週間はとっても大切なので、この2026年の幕開けの意識っていうのはとても大事で、この1年間意識して前を向く姿勢を持ち続けるためにも大事な期間ということになります。よく車を運転するときにバックミラーばっかり見ていたら結局事故を起こしてしまいます。もちろんたまに後ろの確認は必要なんですけれども、でも今は前を向いて進む時なんです。カイロンが順行に戻るということで、きっと皆さん自信が少しずつ戻ってきます。そしてこれまで続けてきた努力を後押しするような流れも生まれてきますので、ぜひその意識も持ってください。受け取る、その恩恵を受け取るってですね、ぼーっとしてると受け取れないもので、受け取る意識がある人が取っていく。これが先生術なんですね。ですからいつも事前に前もって今から受け取れる期間ですよということをお話ししているわけです。で、ここで小惑星カイロンについて、これはもうこのガイアハウスのチャンネルのお決まりのお話でもあって、何度もこれまで動画を出してますので、ぜひなんか今このカイロンというだけでピンとくる人は過去の動画を見ていただきたいと思います。キャプションにも一つぐらいつけておきたいと思いますが、ちょっと簡単にギリシャ神話の神カイロンの話を思い出してほしいんですね。その存在の意味する意味がその方がわかります。私の先生術クラスでは一番最初にギリシャ神話を聞いてもらうんですが、実はその神話の神々の名前が全て天体の名前になっているので、神話の神の質を知るということが、そのまま天体の質を知るということなんですね。で、このカイロン神というのは、オリンポスの神々において唯一無二のヒーラーなんです。そしてどの神様よりも傷ついた人生です。生まれた途端父から見捨てられ、母からも捨てられて、仲間からも仲間外れにして傷つけられて、もう傷だらけになりながら生きている人生なんですね。そしてその傷を癒してくれるヒーラーを探し求める旅、そのうちにいつの間にか自分自身が成長して、自分の心の傷、体の傷、すべてを癒せるヒーラーへと成長したという神様なんです。で、この神様、カイロンは2026年の6月の20日から9月の18日まで牡牛座に来年一旦入るんです。で、これは2026年の星の流れを読む上で非常に大事です。別動画で上げていきますので、2026年の流れとしてそれはご覧ください。ですがですね、9月にはお羊座にまた戻ってきます。そしてまだお羊座期間で2027年の4月の20日までお羊座にいるので、まだまだお羊座のカイロン期っていうのは続いていくんですね。実は一番最初に入ったのは2018年の4月の17日に1回入って、で1回また出て、本格的に2019年の2月の18日にからお羊座期が始まっているんです。で、この間に皆さん何をしているかというと、自分という存在そのものを確認するために、あなたは価値がないとか、
価値がないと言われたり、自分で勝手に思ったりしてきた、そういう傷を全部癒す期間をずっと私たち2018年からやってるんです。そして様々なその傷を経験してきた人が多いと思うんです。ですからちょっと思い浮かべながら聞いてくださいと言ってるんですが、で、その傷はまだ大丈夫です。お羊座にカイロンはいますんで。で、この逆行期間中、1月の2日に明けるまでのこのさっき言った期間中、私たちは一体何をしてきたかということも、大切で、それはカイロンがお羊座を逆行していた間に、多くの人にとっていろんな形で逆行中はね、自分を自分で批判したり、自分で過小評価をすること、あるいは他人への攻撃的な態度、自分を守るための正しさの証明、そのための過剰な防御などをしていた可能性があります。で、それはですね、自分で自分の可能性を最初から否定すると傷つかないで済むからやっていたことだったり、人を攻撃することも自分が傷つく前に先に攻撃する、そういう感じで出ていた人もいるかもしれません。で、それを受けていた人もいるかもしれません。あらゆるそういう反応が出やすい期間を今過ごしていました。ですが、カイロンが再び前進し始めるという今、大切になるのは自己主張と攻撃性の境界線というのを見極めることです。自分を愛しましょう。もうネット上にその言葉は溢れています。自分の人生を生きましょう。それはもう確かに大切。私もずっと言っています。でもこれがすごく間違った形で、自分を大切にすることと自分の正しさを証明することは違うし、自分を愛することとそのために人を攻撃することはもちろん違うし、わがままになることもやっぱり違うんですね。私たちは人とつながりながら生きていることは確かだから。たとえ正当な理由で怒りを感じたとしても、この怒りの矛先が自分自身の過去だったり、過去の誰かであったり、過去に自分がやってしまったこと、いずれにしてもそういった過去に向けての感情、このコントロールを、することがここからは大事です。このカイロンの逆行、終了とともに自分自身で感情をコントロールするという意識を持ってください。私の著書は夢は感情で動くという本のタイトルですから、感情が大事だよっていうのは言っているわけです。その私が本当に感じているのは、感情は大事だからこそコントロールされてはいけないということなんですね。抑え込んできた怒りを一気に爆発させても、今は本当に望む結果にはならないからです。結局損になるからです。やっぱりお得な方がいい。自分にとって最良の結果を得た方がいい。その得るためには感情の扱い方を変える必要がある。これがお羊座のカイロンの教えです。それをずっと私たち9年間今やっているんですね。で、それは過去にこだわらずに前を向くという生き方がそこに直接直結していくということです。で、ここで朗報です。カイロンには驚くほど大きなエネルギー変容力があります。怒りを否定する必要はないんです。怒っている自分を認めるということも本当に大切だから。その上でその感情にコントロールされた行動や言動に出ないということができます。それはエネルギーを変換することでできます。その怒りのエネルギーを自分の人生の目的や情熱に変えていくことができるんです。で、これを変えるのがカイロンがすごく得意。なので、このカイロン逆行終了時にそれをやりましょうということなんです。が、実は言うのは本当に簡単ですけれども、ネガティブな感情をポジティブなエネルギーに変換するって、それはみんなやりたいよと思ってるけど、やったけど難しかったよっていう人はいっぱいいると思うんですね。やっぱりこれはいろいろな方法があってテクニックが必要ですので、そういう信頼できるメンターとかね、セラピストとともに取り組むということもおすすめです。そしてもう一つ大事なポイントがあります。カイロンが逆行を終える次の日は蟹座の満月です。これも別の動画でも上げておきますが、この満月はあなたの内面世界、感情の歴史、今日までのいろんな感情でやってきたこと、そして安心感の欲求というものに光を当てます。心の奥にしまい込んできた感情を手放すチャンスでもあります。この満月とも連動しています。で、ここで問いかけがあるんですね。どんな感情パターンを解放する準備ができていますかという、この質問に自分自身で答えてジャーナリングをしてみてください。そうすると今月は浄化の月ですので、重苦しさを手放して感情的な誠実さを取り戻すという助けとなる満月になると思います。
で、改めてもう一度お羊座の回路にスポットを当てると、お羊座は起源の源、起源の炎です。存在への生々しい意志。I am って英語ではお羊座を説明するときに学ぶんですが、私はある、存在するという意識です。これがお羊座の本質です。それから回路は体にも関係しています。体の話も忘れてはいけなくて、体っていうのは心が耐えられないことを代わりに耐えるということがよくあるんです。お羊座は占星術では頭と顔に対応しているということが言われていまして、カイロンがここで逆行していた間はもう皆さんの頭がパンクして考えすぎて頭が疲れていたという人も多かったと思います。だからこそもう一度伝えておきます。逆行が終わります。今はもう考えるのをやめて、ただ前だけを向いて歩く時です。過去に起こったことはもう振り返る必要もないかもしれません。で、最後に回路の次なる展開ですが、お羊座9年間旅をするんです。回路って50年が公転周期ですから、結構長く一つのサイン見えますね。で、すでにお羊座回路期は7年過ぎました。で、逆行は毎年起こります。この7年間、毎年お羊座で逆行と終了を経験して、その都度私たちは少しずつちゃんと前に行くっていうのが意識ですからね。前に動いてきたはずなんです。ただ今回は特別です。もう一回来年にこの逆行があって逆空きがありますが、今年の方が特別。誰にとっても2026年が始まりの年だからです。これはもうずっと他の動画で言ってます。2027年じゃなくて2026年。一度に全てをやろうとしなくても大丈夫です。実績がちょっと生まれている一つのことから着々と始めてください。そしてそこにもたらす変化と受け取る報酬をしっかり味わってください。そしてあなたはもう前に進んでいい段階に来てるということを実感してください。この流れを意識的にぜひ使っていただきたいと思います。では、前を向くためのキーワードを12星座別に言います。それをですね、携帯にもメモして、この回路逆行終了のタイミングの 2,3 週間ずっと見てほしいんです。見ると、って意識がそこに戻るので、いいでしょうか。お羊座は自分の限界を決めないこと、決めている人はもっと上に設定し直してください。お牛座は自分に対する、あるいは他者に対する後悔とかネガティブな感情っていうのを潔く手放す意識を持ってください。あなたが悪くなくてもです。双子座、仲間を信じてつながりを再確認してください。蟹座、結果を残さなければいけないという傷の手放しです。あなたはすでによくやってます。もう結果は出てますよ。獅子座、もう一度信じてきたものにエネルギーをもう一度注ぎ直してください。乙女座、変容への恐れを手放してください。もっと私は変わってもいいという許可を自分で与えることが大事です。天秤座は人間関係において信頼される人というこの信頼を築き上げる意識を持ってください。さそり座、すべきことだと思っていることを全部手放してください。自分へ寛容になってください。いて座、想像力、イマジネーション力を試してみてください。ヤギ座、自然にあらゆるものを抱え込もうとする癖の手放し。水亀座、何にも考えない時間を持つ練習をしてください。魚座、たまにわがままになってもいいということに本当にいい加減気づいてください。ということです。では最後に宇宙からのメッセージが降りてくるこの特別なセプタグラム、こっちね。もうこの素晴らしい、これをただ見ているだけでも運気上がりますね。とにかく皆さん見ていただきたい。1枚引きのメッセージです。フラワーオブライフ。なんか最近よく出るな、フラワーオブライフ。これもう本当に、一人一人が自分の居場所で光るということです。自分の星の場所でしか自分って光れないんですね。自分の星じゃない、居場所じゃないところで光ろうとしてるとなかなかうまくいかないということが多いです。ということで素敵な回路の逆行期をお迎えください。